見に来てくれてありがとう。ねえみんな、知ってた？タコって夢を見るかもしれないんだって。そんなことどうでもいい。そうだよね。でもそれこそ雑学の醍醐味だよね。今回はそんな全然役に立たないけどクスッと笑える雑学と没イラストがちらっと登場。ちょっとセンシティブだったり惜しくもお蔵入りになったイラストたちを一緒に楽しんでね。みんなが楽しんでくれるのがこのイラストたちの供養になるよ。このチャンネルでは各テーマごとに詳しくけど楽しく学べる動画を上げているからぜひチャンネル登録もお願いします。それではスタート。ハリネズミは泳げるけど水に入ると針がペタッとなる。ハリネズミって泳ぐのが得意なんだよ。でも水に入るとあのトゲトゲの針がペタッと倒れちゃうの。針が濡れると柔らかくなるみたいで普段の強そうな見た目がちょっと台無しになっちゃうんだよね。水に浮かぶハリネズミ、針が寝癖みたいになってるのが可愛すぎる。パンダは寝ながらくしゃみをするとびっくりして飛び起きることがある。パンダって寝るのが大好きだけど寝ながらくしゃみをすると自分の音にびっくりして飛び起きることがあるんだ。これ赤ちゃんパンダに特に多いらしいよ。自分の音に驚いてキョトンとした顔になるのがまたキュートなんだよね。パンダに寝起きドッキリバズるかも。3、たくあんの黄色は本物のウコンじゃないことが多い。たくあんの黄色い色ってウコンで染めてるって思う人が多いけど実は人工の着色料が使われてることが多いんだ。ウコンの色ってちょっと淡いから市販のたくあんでは鮮やかさを出すために高性能色素が使われてることがあるんだよね。ウコンじゃなくても美味しいならたくあんの黄色は心の色ってことで。4、なめくじに塩をかけると縮む時にかすかに音がする。なめくじに塩をかけると水分が抜けて縮むんだけどその時に小さなシュワシュワって音がするんだよ。これは塩と水分が化学反応を起こしてる音なんだけど普段聞こえないほど微弱なんだ。耳を近づけると聞こえることもあるよ。シュワシュワ音を聞くためになめくじを塩漬けにする。やめとこ。5、ペンギンは転ぶと仲間が心配そうに見てくる。ペンギンって歩くときバランス崩して転ぶことがあるんだよ。でも転んだペンギンに仲間たちが近づいてきて心配そうに見てくるのがめっちゃ可愛いんだ。ただ見てるだけで助けたりはしないんだけどその視線が妙に優しいんだよね。ペンギンに大丈夫って言われたら心が温まっちゃうよね。6、シマウマの模様は毛を剃ると消える。シマウマの模様って肌そのものにあると思うでしょ。でも実は模様は毛だけにあって剃ると普通の肌色が出てくるんだよ。毛の根元まで綺麗に剃っちゃうとシマウマ感がゼロになるって不思議だよね。シマウマの毛を剃ったら馬になっちゃいました。なんて誰か試したのかな。7、カメレオンは自分も迷彩効果を出していることを自覚していない。カメレオンって体の色を変えて環境に溶け込むけど実はそれが迷彩だって自覚してないんだよ。色を変えるのは感情や温度、光の変化に反応してるだけで隠れるための計画的な行動じゃないんだよね。カメレオン本人が知らないなら自然界の無意識のプロだね。8、アリの巣は地元の環境によって個性がある。アリの巣って全部同じ形だと思われがちだけど実は土の質や湿度によって全然違う形になるんだよ。砂地では通気性重視の構造、湿地では排水がしやすい形にするなどアリたちの工夫がすごいんだ。アリの巣にも地元の文化があるなんてもう一つの社会だよね。9、ウサギは怒ると後ろ足で地面をバンバン叩く。ウサギって普段はおとなしいけど怒ると後ろ足で地面をバンバン叩いて感情を表現するんだよ。この行動は仲間や飼い主にイライラしてるから気をつけてって伝えてるんだ。後ろ足で抗議するなんてウサギ界のちっちゃなアクティビストだね。10、トカゲは尻尾を切った後尻尾を一瞬だけじっと見つめる。トカゲが危険を感じると尻尾を切り離して逃げるんだけどその後一瞬だけ自分の尻尾をじっと見つめるんだよ。多分やっちゃったって思ってるんじゃないかな。失った尻尾を見つめるトカゲ、哀愁漂う感じが素敵だね。あっという間に10個も話しちゃったね。今のところどのお話とイラストがお気に入り？私はペンギンの話かな。ペンギンかわいいよね。11、猫が寝るとき顔を壁に向けているときは一人になりたい気分。猫が顔を壁に向けて寝てるときは今はちょっと一人にさせてって気分なんだよ。
ストレスを感じた時や疲れた時によく見られる行動なんだ。デコにも今日は一人がいいって思う日があるなんてめちゃめちゃわかるまん。中2、フクロウは首を回しすぎて自分でびっくりすることがある。フクロウって首をぐるっと回せるけど、時々回しすぎたみたいに自分でびっくりすることがあるんだ。特に若いフクロウは慣れてないから、回した後でなんか変だなって感じの表情になるんだよね。フクロウが首を回して驚いてる顔ってなんだか自分を見失ってるみたいで可愛いよね。中3、バナナはアメリカで売れる果物の1位を毎年争う。バナナってアメリカで人気すぎて毎年売れる果物の1位を他の果物と争ってるんだよ。ライバルはリンゴとかブドウだけど、バナナの安定感が強すぎてほとんど勝ち続けてるんだ。バナナってフルーツ界の上昇ヒーローだね。中4、パイナップルは花が咲いてから実になるまで1年半以上かかる。パイナップルって実になるまでめちゃくちゃ時間がかかるんだよ。花が咲いてから収穫できるまで1年半以上もかかるから、スーパーで買うパイナップルは長い旅をしてきたんだなって感じだね。そんな手間がかかる果物なのに安いなんて。パイナップルもっと自分を大事にして。10問、ハムスターのほっぺには自分のほっぺを膨らませる限界を知る神経がある。ハムスターってほっぺに餌を詰め込むのが得意だけど、実は詰めすぎないように膨らませる限界を感知する神経があるんだよ。これがあるおかげでほっぺが破裂しないようにちゃんとセーブしてるんだ。ほっぺの容量を把握してるハムスター、意外と計算高いのかも。16、カンガルーの尻尾は座る時だけじゃなく歩く時もバランスを取るために使う。カンガルーの尻尾って座る時の支えになるだけじゃなく歩く時にもバランスを取るために使ってるんだよ。尻尾を軸にして前に進む動きは第三の足みたいな役割を果たしてるんだ。カンガルーの尻尾、もはや隠れた名サポーターだね。17、ミミズは太陽の光を浴びると日焼けする。ミミズって地面の下にいるから太陽の光を浴びると乾燥するだけじゃなくて皮膚が日焼けしちゃうんだよ。これが嫌で彼らはいつも暗いところにいるんだね。ミミズが日焼け止めを塗る世界線、ちょっと見てみたい。18、サボテンにはトゲの裏に小さな産毛が生えている。サボテンのトゲって鋭いイメージだけど、実は裏側には小さな産毛が生えてることがあるんだよ。この産毛は湿気を吸収するのを助けてるんだ。サボテンも見た目だけじゃなく中身もサバイバル仕様なんだね。トゲの裏に産毛、サボテン、ちょっと柔らかい一面も持ってるなんてギャップ萌えだね。19、鶏は音楽に合わせて首を縦に振ることがある。鶏ってリズム感が意外と良くて音楽を聴くと首を縦に振ることがあるんだよ。特にテンポの良い音楽に反応しやすいらしいんだ。鶏の DJ パーティー絶対盛り上がりそう。20、ゴリラは雨が嫌いで雨の中を走る姿が少し滑稽。ゴリラって強そうなイメージだけど雨が嫌いで濡れないように走り回る姿が可愛いんだよ。特に小雨でも全力で避けようとするところはなんだか親近感が湧くよね。ゴリラも雨の日は家でコロコロしたい派なのかな。ここまで見てくれてありがとう。さあラストスパート行ってみようか。21、コアラは母乳を飲みながらくしゃみをすることがある。コアラの赤ちゃんって母乳を飲んでる時にくしゃみをすることがあるんだ。その仕草が可愛すぎてオーストラリアでは観光名物になることもあるんだよ。くしゃみする赤ちゃんコアラ、もはや地球の宝だね。22、ドジョウは水槽の角が好きでいつもそこに集まりたがる。ドジョウって広い水槽があってもなぜか角っこに集まる習性があるんだよ。狭い場所が落ち着くみたいで仲間とキュッと固まってる姿が微笑ましいんだ。ドジョウの隅っこ好き、ちょっと人間っぽくない？ 23、アイスクリームは製造過程で音楽を聴かせても味に変化はない。アイスクリームを作る時に音楽を聴かせても味には全く影響がないんだ。でも作業してる人たちの気分が良くなるから製造現場ではよく音楽が流れてるんだよ。アイス自体に効果がなくても気分よく作られたアイスってなんだか美味しそうだよね。24、タコは夢を見る。タコって寝てる時に体の色が変わることがあるんだよ。これ研究者によると夢を見てる可能性があるって言われてるんだ。例えば狩りをしてる夢を見ている時は獲物を追う時の色に変わるんだって。寝てるのにカラフルなショーを見せてくれるなんて面白いよね。タコが夢を見てるならどんな夢なのかインタビューしてみたいよね。
夢に出てきた餌美味しかったって聞いてみたい。25、アザラシは寝るときに片目を開けて水中にいることがある。アザラシって寝るときに片目を開けていることがあるんだよ。これは周囲を警戒しながら眠るためで、脳の半分だけを休ませる半球睡眠っていう特殊な眠り方をしてるんだ。片目を開けたまま寝るアザラシ、寝てるのか起きてるのかちょっとずる賢く見えるよね。26、キウイフルーツの表面の毛は人間の髪の毛より細い。キウイフルーツの表面の毛ってチクチクしてるけど、実は人間の髪の毛よりも細いんだよ。この細い毛が果実を守る役割を果たしてるんだけど、よく見ないとその細さには気づかないかもね。キウイの毛、実は守りのプロフェッショナルなんだね。27、ゴリラは実はブロッコリーが苦手。ゴリラって野菜が大好きなイメージだけど、実はブロッコリーが苦手なんだ。野生ではほとんどブロッコリーに触れる機会がないから、飼育環境で与えられるとあまり食べてくれないんだよね。ゴリラに野菜は好きだけどこれはちょっとって言われたらなんか親近感湧いちゃう。28、カバの汗はピンク色って言うけど実際には分泌液。はい、突然の間違った雑学シリーズ。カバの汗はピンク色って聞いたことない。実はこれ汗じゃなくて特別な分泌液なんだ。この液体には日焼け止めや抗菌作用があって、カバが暑い場所でも元気に生きられる秘密になってるんだよ。ピンクの分泌液。カバ、もしかして自然界のスキンケアマスター？ 29、クマのいびきはかなり大きく森の中で響く。クマが寝る時のいびきは人間のいびきよりもずっと大きくて森の中に響き渡ることがあるんだよ。冬眠中のクマのいびきはまるで木の伐採音みたいだって言われることもあるんだ。森でクマのいびきを聞いたら、いやむしろ逃げる準備しちゃうかも。30、マンボウは太陽が好きで水面近くで日向ぼっこをすることがある。マンボウって深海にいるイメージだけど、実は太陽の光が好きで水面近くで日向ぼっこをすることがあるんだよ。この行動は体についた寄生虫を取り除くためらしいけど、のんびり浮かんでる姿は見てるだけで癒されるよね。マンボウの日向ぼっこ、なんだか海の上のリゾート気分だね。ご視聴ありがとうございました。あなたのお気に入りのイラストぜひコメントで教えてね。他にも動画にしてほしいテーマやあなたの知りたい雑学もぜひぜひコメントしてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。